ペンギンパイレーツのお宝探し。ペンギン島の平和な日々。とある南の海にペンギン島がありました。この島には楽しいペンギンたちが住んでいて、その中でも一番元気な男の子ペグがいました。ペンギン島では毎日ペンギンたちが仲良く遊んでいました。海で泳いだり、砂山を作ったり。そして一番のお気に入りは海賊ごっこ。海賊帽子をかぶったペグが始めるよと声を上げるとみんなが集まってきました。今日はどんな冒険に行くんだろうとみんなはペグの話を聞きました。さあ今日は恐怖のサメから宝を奪い返す冒険だとペグが言うとみんなはやったーと叫びました。そして冒険が始まりました。暗く大きな海を航海し、巨大な波を越え、おっかないサメと戦いました。これは海賊ごっこ。でも、ペグたちにとっては本当に冒険をしているみたいでした。夕方になるとみんなで星空を見上げ、一日の冒険を話しました。ペグさ、あのサメから宝を取り戻したとき、すごかったよ。パパもあんな大きな波を越えられたんだもん。すごいね。と褒め合い、明日の冒険を楽しみにしました。その後、ペグは砂浜で一つの古い瓶を見つけました。その瓶の中には紙が入っていました。ペグはそっと瓶を開けてみました。これがペンギン島の日々とペグたちの大きな冒険の始まりでした。お宝地図の発見。ペグは瓶から紙を取り出し、その上に描かれていた複雑な線と記号を見ました。これは宝の地図、とペグが言いました。すぐに仲間たちにその地図を見せました。見て見て、これ宝の地図だと思うんだ。とペグが言うとみんなは驚きました。本当に？どこに宝があるの？とみんなが次々に言いました。ペグは地図を広げ、これが僕たちの島だよ。そしてこの×印がお宝がある場所だと思う。と指さしました。みんなは息を飲みました。パポがお宝探しの大冒険、行ってみたいな、と言うとみんながうなずきました。みんなで一緒に行こう。お宝を見つけよう。とペグが叫ぶとみんなは大きな声で、行こう。と叫びました。そしてみんなでお宝探しの準備を始めました。ボロボロの船を修理し、必要なものを集め、お弁当を作りました。太陽が昇ると同時に、さあ、出発だ、とペグが叫び、大冒険が始まりました。危険な海を渡る。ペグたちの船は大海原へ進みました。
用意ドン、大冒険の始まりだ、とペグが叫ぶと、みんなも、用意ドン、と叫びました。海は広く、波は高く、強い風も吹いていました。でも、ペグたちは恐れずに進みました。だんだん海が荒れてきました。みんな、大丈夫、とペグが叫び、大丈夫だよ、ペグ。これくらいへっちゃらだよ、とパポが答えました。次に海に大きな影が現れ、サメだ、とピポが叫びました。しかしペグが、みんな怖がらないで、大丈夫、僕たちは海賊だよ、と言うと、みんなは勇気を取り戻しました。サメはしつこく迫ってきましたが、ペグたちは協力して船を操り、なんとかサメから逃げ切ることに成功しました。わあ、怖かった、とパポが言うと、みんなが笑いました。でも僕たちは海賊だから、こんなことでくじけないよね、とペグが言うと、みんながうなずきました。そうしてペグたちは危険な海を渡り、深い友情を育て、大冒険を続けました。お宝島の秘密。そしてペグたちの船はついに宝の地図に描かれていた島に到着しました。美しい砂浜と大きな山が広がっていました。着いたよ、みんな。これがお宝島だ、とペグが叫び、みんなも一緒に大声を上げました。しかし喜ぶのにはまだ早かったようです。島には罠や謎が待ち受けていました。この岩変だね。この木何か書いている。と島が一つの大きな迷路であることに気づきました。みんなで協力し謎を解いていきました。この岩、地図と同じ形だね。この木、次に進む方向を示している。と一つ一つ迷路の謎を解き明かしていきました。そして大きな洞窟を見つけました。ここがお宝の場所かな？とペグがみんなを先導しました。洞窟は暗く、ちょっと怖かったけど、ペグたちは一緒に進んでいきました。ここまで来たんだ、もう怖くなんかないね。とペグが笑いました。その先に大きな箱が見えました。これがお宝。とペグがつぶやき、みんなは息を止めて、その箱を開けるのを待ちました。そしてその瞬間がやってきました。一番のお宝。ペグが箱を開けると大きな宝石と金貨が輝いていました。これがお宝だ、とペグが叫ぶと、みんなも大声でやったー、と叫びました。でもペグは一瞬考えました。ねえ、この宝石や金貨が一番のお宝なのかな？とペグが聞くと、みんなは驚いてペグを見ました。どういうこと？とパポが尋ねました。
僕たちが得た一番のお宝、それは金貨や宝石じゃないと思うんだ。波を乗り越えサメから逃げ切り、謎を解き、一緒に冒険をしたこと。そして僕たちの友情、それが一番のお宝だと思うんだ。と、ペグはにっこりと笑いました。パパもにっこりと笑って言いました。僕もそう思うよ。みんなと一緒に冒険できて本当に楽しかった。それが一番のお宝だね。ペグたちは一緒に宝石や金貨を見つめ笑いました。そしてペンギン島へと帰る準備をしました。この冒険絶対忘れないね。もちろんだよ。これからもまた一緒に冒険しようね。そしてペグたちは新たな冒険に向かいました。さあ、次の冒険へ、用意ドン。とみんなで一緒に大声で叫びました。これで、ペグのお宝探し大冒険が終わりですが、ペグたちの冒険はまだまだ続きます。次はどんな冒険が待っているのでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。この絵本を気に入ってもらえた方はチャンネル登録といいねをお願いします。